あ、いいです。いいです。こんにちは。黒帯ワールド初登場、清水夏樹さん。夏樹さんは剛柔流の選手ですが、さまざまな流派の方も練習するそうです。そのために各地へ出稽古に行くことも多いんですって。さすが世界と戦う現役の選手。こんにちは。こんにちは。清水夏樹さん。はい。夏樹さん。はい、なんでしょう。ようこそ黒帯ワールドへ。ありがとうございます。黒帯ワールド知ってます？もちろん存じ上げております。見たことあります？はい。ありがとうございます。めっちゃ技かけられてる。いっぱい技かけられてますよね。そうなんですよ。先ほどのカメラに向かって突進して来てくれましたが、なんか激しい動きしてましたけれども、あれは一体何ですか？パープーレンっていう方の一部をやってます。ということは、夏樹さんは空手の先生？いえ、現役の選手です。現役の選手。カメラに向かって現役の選手。今すごい笑顔ですけれども、さっきの気合いすごかったですね。あの気合いっていきなり出せるもんなんですか？そうですね。もうやれって言われたら出せます。じゃあやって。いいですよ。はい。肩も入れていいですか？どっちでもいいです。あ、入れちゃおう。カメラに夏樹、はい。もう一回だ。いきます。はい。いや、そのこんな感じですかね。やっぱり動きの中でやるんですね、あとは型の名前を、これ今からこの型をやりますっていうので、発する時も大きい声で言います。例えばそのパープーレンっていうのを名前を発することだけやってもらうこと可能ですか？もちろんです。なんかドキドキしますけどどういう、じゃあちょっとお願いします。はい。いや、ちょっとカメラが震えてしまう。今乗り移られたでしょ、誰かに。夏樹です。なんかすごいですね。ありがとうございます。それはなんかカラオケボックスとかで練習するんですか？お風呂場でしてました。お風呂場で？はい。お風呂場で気合と型の名前練習して。お風呂場でって今そうですね。考えたらちょっと迷惑ですね。夏樹さんは空手の現役の選手なんですね。はい。トレーニングウェアで空手の方の動きをさっきちょっと見せていただきましたけれども、もうちょっとだけ見せてもらってもいいですか？新鮮なので。はい。はい。一回ゆっくりいきます。やろうとしたところできなかった。ちょっと目が違っちゃった。どこ何？こういう伏せるところはい。やろうと思ったのに。やろうと思ったのにっていう。
失敗しました。夏木さん、今のどう見てもスパイダーマンよね。意識してます、スパイダーマン。これは空手の型の動きなんですか？そうです。なんていう型なんですか？松村空三空っていう型です。はあ、もう一回その体勢だけ見せてもらっていいですか？どういうこれがこんな動きがあるんですか？はあ、そこから立ち上がるんですか？また。そうです。なるべくこの体勢を変えないように低い状態を保ったまま足を抜いて後ろに向く。せっかくですね、今日はトレーニングウェアなので、夏木さんの SNS でいろいろ見たですね、トレーニングの、あと柔軟性もすごいし、なんか不思議なトレーニングいろいろしてたみたいな感じだったので、見せていただけますか？大丈夫です。はい、お願いします。はい。こう上に上げてぐーっと。おお、すごい。そしたら戻してでまた戻って反対もできるところまでで戻ってみたいな、こんな感じ。ただ足を蹴りみたいに上げてるだけじゃないんだ。回転してるんですか？そうです。ここ横腹とストレッチも効くし、あとは柔軟性もすごく良くなるし、あとは私がよくやるのはその体の中心部分を細かく動かすためのやり方で。ちょっと待ってください。体の中心部分を細かく動かす体幹、胴体の部分を何箇所かにこうイメージ。何箇所ってどういう、結構細かくイメージするんですか？でも私はまだちゃんと動ききれてないので、4箇所のイメージしかできてないんですけど。この左右の胸と左右の中、あ、そうです。この上の部分と下の部分のそれをバラバラに動かすんですか？なんか別に足は私いつもお尻のストレッチとか兼ねてこの体勢でやってるんですけど、この膝に向かってなんだろう、肩を近づけてまず上の部分を割って、あとはこう円運動をこう柔らかく体を使えるようにっていうのはやってます。すごい、なんか美しいですね、このシンメトリーっていうかでも全然動かない方なんですよ。あ、そうなんですか？練習中でしたからそれが空手の方の動きに役立つ？役立ちます。どういう意味ですか？例えば細かい回転技とか立ちますね。はい、こうくるって回るところとか、この体幹部分がこうズドンって一つのものとして考えると回転自体大きくなるんですけど、軸がこう細かくこう分けられると、最初こう右から折ってこの柔らかく難しいなんて言ったらいいんですかね、体を使って細かい軸に移しながら回転ができるっていう、引っ張ってとか足も先行させてとか、スムーズに回転ができるってことですか？素早くスムーズにできるように。でもこれもまだ私は練習中で。じゃあこういきなりこう空手の方にほらいきなり振り向くみたいな動きあるじゃないですか、
そういう部分のことですか？あ、そうです。じゃああちら側を向いてていきなりこっち振り向いてもらえます？はなんかこうなってるここで一回締めて閉じて開くみたいなイメージ。このめちゃくちゃ一瞬の動きの中にそういう細かい要素がいっぱい入ってんだ。は意識してやってます。でもまだ全然できてないです。本当なんですよ。じゃあもう一回じゃあゆっくり見せてもらえます？ここがそうか、まずこうなって引いてででもすごい素人質問なんですけど、空手の形ってまあ全部やると長いじゃないですか。なんか長いの3分とかあるでしょ。あります。2分とか3分とかで、今夏木さんが説明してくれたのって1秒もないような動きじゃないですか。その3分間の間の全部の動きをそういうふうに考えてやってるんですか？練習ではもちろんもう動き一つ一つをすごい、意味も込めてというか細かく意識しながらやって、でやっぱもう試合は意識しながらやりすぎるとすごい萎縮しちゃうんで、もう練習できたことをもうバーンと出すだけみたいな。そうなんですね。反復練習、特に肩は体と頭と定着させて、でつなげた時にちゃんとそれができるようになるかっていうのがなるほど。大切だと思います。じゃあさっきの続きで、このトレーニングエアでのそのなんかトレーニング、なんか股関節がその瞬発的な練習、はい、これも私も練習の中で取り入れてるのは、はい、この状態から脱力した状態から股関節の力だけを使ってバンと前に出すみたいな。股関節の力で、そう、股関節をなんか足をグッと前にしようとすると、は力んでこう膝から下がこうぐるんって回ってこないけど、その股関節をちょっとグッて前に出す意識でやると、この脱力からの状態からやはり股関節っていうのはすごい重要なんですか？そうですね。あとはその体の連動性、はい、つながり、ここを意識するからこの足が全部つながって動いてくるよっていうのは意識しながらやってます。それも、具体的な刀の動きということよりもそれが全体に役立つってことなんですね。そうですね。技の連動性、蹴り足とかですか、股関節中心にスッて出てくるとか、選手いろんな体型の人もいるし、やっぱ背が低い人の方が肩選手ってちょっと多いんですけど、はい、私の場合肩選手の中だと背が大きい方なので、この足先をこうやって一生懸命上げようとすると、はい、どうしても他の選手よりも遅く見えちゃうので、こういう体の中心部に近い部分を意識して動かすようにしてます。なるほどですね。それでも遅いんですけどね。あ、そうなんですか？そう練習中です、これも。あ、そうなんですか。はい、空手はやっぱりこう低い体勢になる方も結構あるじゃないですか。低い体勢からなんか回転するやつもありますよね。なんかもうしゃがむ状態から、はい、パンってジャンプします。ジャンプしながら5段にで打つ
しゃがんだ状態から。これもめっちゃしんどいんですよ。肩の一番最後にこれがあるんですよ。だからもう疲労が全部溜まってる時になんか爆弾がここにある。でもかっこいいかも、もしかしたら。かっこいいですね、これ。かっこいいかも。おー、すごい難易度高そうですよね。黒帯ワールド初登場、清水夏希さん。素晴らしい身体能力と強烈な気合い、びっくりしました。そんな夏希さんの試合情報。今年8月、空手道50回グローバル選手権大会千葉ポートアリーナ、夏希さんを応援に行こう。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。